Hello， 大家好，皆さんこんにちは。今年のお盆休みに台湾へ帰省し、台南で3日間の旅を満喫した後、台湾の第二都市、台中にやってきました。台湾旅行といえば、台北が定番ですが、台湾中部の都市、台中も魅力たっぷりです。今回は台中の人気スポットとグルメをたっぷり紹介します。ぜひ旅の参考にしてください。台中に着いたら市内へ行きたい気持ちもありますが、駅からバスで20分ほどの場所に台中の定番観光スポット、年坊ビリッジがあるので、まずは立ち寄ることにしました。我们今天要去彩虹眷村年坊ビリッジ。从这个新幹線で台中駅から行った方が早いみたいで。在那里上车。彩虹眷村欢迎你，我看一下。你有来过？有啊。我是第一次来。もともと古い村でしたが、地元のアーティスト黄永富さん、通称日のおじさんが建物にカラフルな絵を描いてから一気に人気観光地になりました。実際に訪れると村全体が絵本の世界みたいにカラフルで可愛いです。どこを切り取っても写真映えします。特にキャラクターの壁画やカラフルな通路はおすすめのフォトスポットです。初めての訪問ですが、朝の時間帯だったので観光客も少なく、ゆっくり見て回ることができました。日本是 JR， 我们是 TR。这样想，我真的分かりやすいわ。ここは台中。今台中駅に着きまして、一旦ホテルに行って。台东。そこ？すぐそこ？对啊。哦。你不是签洋号吗？签洋号呀。なんで签洋号？日治时期留下来的这种建筑，在台湾其实很多地方都看得到。而且这边你看那个台中站的站都是写繁体国字。我们刚刚搭的是新站，这是以前的一个车站，留下来有点像是观光的感觉了。有没有一种门司港的感觉呢？确实。ね。市内に到着してから荷物を預けるためにホテルに来ました。台中での滞在ホテルは台中駅の目の前のルメリディアン台中です。おお、何これ？アヒゴア。谢谢你，谢谢，都是愉快。谢谢。哦，开灯，开灯，太黑了。那么明显，哦，很亮呢。也太大了吧这个。我们升等到稍微大一点点的房间，然后这房间呢真的很台中哦，很大哎，而且这个床也很大。めちゃ可愛くない？ルメリディア。以前在泰国有住过，其实在台湾我也是第一次，因为真的是很漂亮。里面有一个桌子，空线都是一样的，但也只有这是万国用的。
衣柜，不大会用到啦。然后它的拖鞋，就这里。这个浴室呢，我也是蛮喜欢的，跟昨天一样，是一个比较中岛型的浴缸。然后一样是左右各一间，一间是シャワールーム，一间是トイレ。シャワールームとトイレ。硬要挑一个小缺点的话，可能是这边洗手台比较小一点吧。然后一样是法规规定没有附那些备品了。然后它吹风机在这边。哦，沙宣。从房间可以看到我们刚才走过来的台中火车站。我们从车站走过来大概3分钟，其实很近，位置非常的好。然后下面就是公车站。对啊。ホテルから歩いてすぐのところに台中の超人気スポット宮原眼科があります。名前だけ聞くと病院のようですが、かつて日本人医師が経営していた建物を台湾の有名お菓子メーカー日出がリノベーションしてショップとして活用している場所です。店内に入るとまるでハリー・ポッターの世界のように異国情緒あふれる雰囲気を味わえます。我也想买啊，真的是很漂亮。布朗尼耶。手土産の種類がたくさんありますが、ここではやはりアイスクリームをいただきたいです。種類がとっても多く、トッピングも選べます。自分好みの一品を作れるのが楽しいです。海盐焦糖跟9号花生牛奶。对。乳酪蛋糕跟17号凤梨酥。谢谢。味海盐焦糖还有牛奶花生。然后トッピング2種選べるんで、ショートケーキ、チーズケーキ焼きのとパインアルケーキにした。美味しい。这个杯要另外加钱，对不对？这个空的杯子要另外加钱。它杯子我转一下，我看一下，它杯身也漂亮。テイクアウトでも結構並びますが、信号を渡った向かいの第四信用合作区ではイートインスペースもあります。ゆっくり味わいたい人におすすめです。宮原眼科の周辺はローカル市場も近いし、老舗や人気の手土産屋さんがたくさん集まっています。台中的老饼店吗？对啊，还有他也是之前在日本好像有果汁大赛有得过奖之类的。まず来たのは100年以上の歴史を持つ老舗陳雲寶泉です。過去には日本で開催された和菓子大会で日本天皇賞を受賞したこともある実力店で、特に太陽餅がおすすめです。続いて訪れたのは個人的に大好きなパン屋洪瑞珍です。こちらのサンドイッチがとってもおすすめです。シンプルな素材なのに懐かしい味わいで地元の人にも長く愛されています。日本でも台湾フェスやイベントでよく出店されていて、最近では万博の台湾パビリオンでもいただけます。第二市场，台中市第二市场。从这里
里吗？各位进去看。順番は少し前後しましたが、お昼は台中第二市場でやってきました。古い歴史を持つこの市場には、卤肉飯や肉燥飯、紅茶など地元の屋台がギュッと集まっています。この日に食べたのは人気店卤肉町でした。注文したのは混肉飯です。卤肉飯に比べてお肉が分厚く、皮や脂身の部分までしっかり楽しめるのが特徴です。柔らかく煮込まれたお肉はとろけるようで本当におすすめです。台中のル・メリディアンホテルには会員専用のランチがあります。夕方のハッピーアワーでは想像していた以上にメニューの種類が豊富でびっくりしました。全体的な印象もすごく良くて大満足でした。ホテルでのハッピーアワーを楽しんだ後、夜はやっぱり台湾旅行の定番スポット夜市です。台风天后的这个天空感觉特别漂亮，有一种夏威夷的感觉。我们现在来到是台中的一中街夜市，台中对夜吧，一中街跟逢甲夜市有两个夜市。这次来到的是一中街，搭巴士2站就到了。台中には有名な夜市が2つあります。この日は街の中心に近い一中街夜市へ。歩いていて夜市の魅力と賑やかな雰囲気を感じるだけでワクワクしました。蛋达人。夜市のグルメといえば欠かせないのは鸡排です。こちらのシェリワン炸鸡は夜市の中心から少し離れた場所にありますが、衣はサクサクで中のお肉は驚くほどジューシーで本当におすすめです。天气超好的啦，爆炸好了啦，好热啊，好热啊！台风之后感觉更热。2日目、ホテルで朝食をいただいた後、バスに乗って出発しました。台中市の周辺にもたくさん観光地がありますが、今回向かったのは歴史のある町、鹿港です。鹿港はかつて港町として繁盛して、台南に次ぐ台湾第2の大都市だった時期もありました。貿易の中心地として多くの人や文化が集まり、その時の雰囲気が今も街並みに残っています。我们到了鹿港，那我们要先去文化去龙山寺。哎呦，鹿港龙山寺很有名啊。鹿港老街周辺で最も代表的なスポットといえば鹿港龍山寺です。1786年に建立された歴史あるお寺で、台湾最高級のお寺の一つとして知られています。美しい彫刻や装飾がいっぱいで、台湾伝統の寺院建築の美しさをじっくり味わえる人気観光地です。很多吗？不是太土，龟头啊。
吗？它其实是一条防虎巷，只是很窄，然后最窄的地方不到70公分，所以如果男生女生互相这样子すれ違い的时候呢，就感觉会擦身而过，碰到内内。近くにはもう一つ人気の観光スポットモールシャンがあります。ギリギリ取れるほどの狭い路地ですれ違うと胸が触れてしまいそうなことからこのユニークな名前が名付けられました。这边比较窄，这边又更窄，到这边又更窄，到这边真的是蛮窄。哦，已经有它有这个啦，哎，会车处。啊，这边又还好一点。这里还有一个马ルシェ，蛮有趣。庙很多哎，这里。大家知道这个吗？月下老人，求恋爱的，求姻缘的。龍山寺やモール巷以外にも、鹿港では九曲巷と鹿港丁家大宅もおすすめのスポットです。九曲巷はもともと強い風を防ぐために作られた曲がりくねった小道で、鹿港らしい昔ながらの街並みを感じられる場所です。そして鹿港丁家大宅では、清の時代に建てられた100年以上の歴史を持つ古い邸宅です。どちらの場所も無料で見学できるので、気軽く立ち寄れるのが嬉しいですね。少し散策した後、街の中心にやってきました。鹿港のローカルグルメをいただきます。まずはこちら、面線風です。見た目は面線とよく似ていますが、スープにとろみがあって、味はちょっと濃厚め。シンプルなんですが、すっごくホッとする味です。続いてやってきたのは隣の鹿港肉羹泉です。甘口のスープに練り物が入っていて、プリプリとした食感がたまりません。観光客だけではなく、地元の人にも長く愛されている人気店です。続いてやってきたのがかき氷屋さんです。ここでは粉桂瓶をいただきます。台湾の伝統的なかき氷にもちもちの粉桂がトッピングされていて、食感が本当にたまりません。暑い夏の日に食べると最高に幸せな気分になります。鹿港时代。台中に戻る前に、たまたま見つけたお土産屋さんに立ち寄りました。店内には懐かしい台湾のレトロなお菓子や雑貨がたくさん並んでいて、見ているだけでどんどん惹かれてしまいました。进去到两个，这是本期。谁烂？谁烂？你有拍到这边吗？夜は台中の逢甲夜市にやってきました。街の中心から少し離れていますが、規模が昨日行った一中街夜市よりずっと大きいです。屋台もお店も多くて、歩いているだけでもワクワクします。一番有名なのは台湾の代表する伝統グルメ、大腸包小腸です。逢甲夜市が発祥とも言われている、もち米で作られたソーセージのような大腸で豚肉ソーセージを包み、さらにいろんなトッピングを加える食べ物です。
一口食べるとボリューム満点でめちゃくちゃ満足があります。続いていただいたのが学生時代によく食べていた卤味です。メニューにホルモン系、野菜、肉抜きなど長時間煮込んだもので香りがすごくいいんです。注文した後にお店の人が食べやすい一口サイズに切ってくれて、最後に辛くしますかと聞かれるのが台湾らしいところです。今回の台中旅行では市内とルーカンを中心に巡りました。台中では台湾の第二都市としてとっても賑やかで、グルメも観光も楽しめる場所です。日本からの直行便は多くはありませんが、新幹線を利用すれば桃園空港や高雄空港から台中へのアクセスもとっても便利です。台北や台南ではまた違う雰囲気もあって、時間があれば日月潭や高美湿地という自然のスポットもおすすめです。台湾旅行の際にはぜひ台北ではなく台中にも足を伸ばしてみてください。きっと新しい発見がありますよ。それでは本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。以上。